はい、こんにちは。村岡正則です。今回はですね、シーバス上達講座、キャスティングの飛距離アップ編ということでお届けしたいと思います。私、アピアさんのテスさんもやってるので、指導会とかで全国回るといろんな人から当然もっと飛ばすためにはどうしたらっていう相談をよく受けるんですけど、その時ね、いろいろアドバイスしてる中で飛ばない人、飛んでない人が本当多いです。でこれね、魚釣ってるか釣らない方はあんまり関係ないんですね。あんまり釣れない人でも飛ばす人はいるし、たくさん釣ってんだけどキャストはそんなに飛ばしてない人もいます。魚との距離は関係ないんだけど、やっぱりこの釣りね、ルアーフィッシングやってる以上飛ばせた方が断然いいし、飛ばせれば飛ばさないと釣れない時に釣れるようになるんで、やっぱり覚えておきたい技術だと思います。ルアーがね、飛ばない人の特徴を大きく分けて3つあります。でまず1つ目ですね、遠心力が使えてない。でルアーっていうのは、竿の先にね糸がついて飛んでるんですけど、このルアーが、人間がキャストした時のこの軌道で、外側であればあるほど、同じ人間がこの幅でロッドを振った時に外側であればあるほど長い距離を移動するんですね。で時間的には同じ時間で移動しますから、当然速いわけです。だから遠心力を使うっていうのがすごい大事です。飛んでない人はだいたい肘が低い、だから遠心力が効いてないとか、そういうような感じで全体としてやっぱりスイングの軌道が円がね小さいってことあります。はい、それから2つ目はですね、竿のしなりを使ってない。竿っていうのは、ほぼ全ての竿がしなります。で曲がるわけですよ、ニューッと。でこのしなりを使ってピュッと投げるわけなんですね。でその時竿のしなりを使うっていうのは一番このバット部分を使うことです。で例えば音で聞こえるかな、ティップだけ曲げてピャッてやっても大してそんなスピードは出ないです。だけどバットを投げればピシュッとすごい音がするわけですね。だから竿を曲げて飛ばすっていうのは基本的にはバットを曲げるってことです。バットをギュイッて曲げるから飛ばせるようになると。だから飛ばせてない人はバットが曲がってないです。それが大きな2つ目の特徴。それから3つ目はですね、手投げだってことなんですね。で手投げっていうとちょっと難しいんですけど、スポーツの世界だと野球でもテニスでもゴルフでもね、手打ちだとかそういうふうに言うように投げるんで手投げって言うんですけど、単純にこうやってビュッシュって投げる時に体と手が一緒にちゃんとついて動いてる投げ方、要は体重がしっかり乗っていく投げ方と、手だけシュッと投げちゃう人、その差があります。で手投げの人の特徴、手と体がね浮いてるとなぜ飛ばないかって話なんですけど、例え話で言うと、ボーリングの球を遠くに投げたいと。で皆さんもイメージしてもらいたいんですけど、ボーリングの球を遠く投げる時、手だけでこうやって投げても全然飛ばないです。でやっぱりどうやって投げるかって言ったら、しっかり腰を落として重心を落として体と一緒にこう投げないと特に飛ばせないですね。多分誰でも皆さん飛ばしたくて必ずそうやると思います。でそれと同じように、今の特にライトゲームとかシーバスゲームぐらいだと手だけでも投げられちゃうんですよ、そこそこ。だから体の使い方を覚えてないで飛ばないっていう人が多いんですけど、反対に GT ゲームとか、オフィシャルのねプラッティングゲームなんかだとルアーが 100g とか 150g ありますんで、手だけでは今度逆に投げられないんですね。だからオフィシャルゲームプラッティングゲームを1回やり込んできた人はかなり体のと手の使い方が上手になります。はい、ということで、手投げ、3つ目は手投げですね。手投げしない、体をしっかり使って投げると、その3つをクリアすれば、誰でもですね飛距離が 20m ぐらい、メタルジグとか鉄板だと 20m ぐらい伸ばせると思います。はい、それでは実践編に行きたいと思います。実践編は大きく分けて5つのポイントで解説していきます。まずルアーはですね、トレーシーの 25g を使います。で竿は 10.4 フィートの、ハイローラーですね。それから3000番のリールに P の08で、大体僕これで、ちょうど 100m ぐらい飛ばせるんですけど、大体多くの人は80とか 85m ぐらいしか飛ばないっていう声が多いので、それを 100m にねしていくため、100m っていう数字っていうよりはしっかりね、今までよりは飛ばすための、
考え方ドリルをお伝えしたいと思います。はい、それでは、5つのポイントのまずその1ですね、体重移動。体重移動はもうキャスティングの飛距離の大事な要素のうちの半分ぐらい占めてる、絶対やらなきゃいけない、技術の一つです。で、考え方としては野球のボールをね遠くで投げるプロ野球選手の動き見てもらったら分かりやすいんですけど、内野手、野球で言えば近いところに守ってる人たちですね。そういう人たちはボールを取ったら一塁に正確に投げるために基本体重移動そんな使わないで肩と肘と手首だけでこう投げます。でそうするといわゆるルアーのキャスティングで言えばアキュラシー、正確性が良くなる投げ方だから、ワンオクなんかで橋脚のピンに打ち込むぞっていう時はあんまり体重移動使わないで肩と肘と手首だけで投げた方が正確性は出るんです。だけど今回飛距離をアップする話なんでその投げ方じゃ飛距離は出ないんですね。で飛距離を出す野球選手の投げ方は外野手、それから速い球投げたいピッチャーですね。でどうやるかというとやっぱりまず大きく右足に乗って、外野手なんかもボール取ったらもうこうステップ踏みながら右足乗って、もうだから 100% の右足から今度 100% の左足に乗って投げるわけです。それで、飛んでいくと速い球遠くに飛ばせる、ボールを投げられる技術なんですね。で釣りでももちろん同じように使います。で釣りでこんなステップしたらもう磯とかでね堤防にのりなんかついてたら転んじゃうんで、さすがにそんな大げさな投げ方はしませんけど、足はつけてても一緒だけど実際体重移動としては僕も両足つけてても82ぐらいから28ぐらいの左8右8っていうぐらい体重移動します。でそれがすごいまず大事で、やってみますよ。ちょっと投げてみますが、体重移動の効果、体重移動だけでまず投げる練習を、全ての人にやってもらいたいです。で体重移動だけで投げて多分今まで手投げだった人は距離が変わらないんですね。それは何でかというと体重で半分は飛ばせるからです。だから今まで手だけでピシュって投げてた人ですね。この回収の時間が間が持たないからそこがバツバツカットしてきますからね、この後ね。それではまずドリル1ですね、体重移動を覚えよう。体重移動で覚えるときやっぱ手と肩肘手首使ったら、ダメなのでみんなねそれしか使わないから飛ばせないんで体重だけで飛ばす練習をしてほしいと思います。で、どうやるかというとまず肘を脇腹につけてもう絶対離さないと決めてしまう、離さないように投げます。でちょっとね右に抜けやすいんでキャストとしては広いところでやってください。だからここは公園なんでちょっと後ろもね気にしてで、構えます。でこの体重移動だけでシュッと投げます。とね多分ね手で投げてた人驚くと思います。そんな変わんないから。もう一回投げますよ。体重移動で投げるんですけど感じてほしいのはさっき飛ばないゲームでね話したようにルアーを飛ばせない人はバットが曲がってないからです。だからバットを曲げる意識で体重で曲げてください。ミディアムライトとかミディアムクラスミディアム H ぐらいになると手の力ではバットは曲がんないんです。体重僕だと70キロの体重が乗るから初めてバットが曲がるんですね。でこれ反対には筋力がない人、それから体重が軽い女性とか小柄な人、そういった人ほど体重のパワー使わなかったら絶対ルアー飛ばないんで、ぜひ覚えてください。もう一回いきますよ。脇腹つけて、竿は、横にしてで体重だけで投げる。その時にバットが曲がってるのはすごい実感する。これだけで70ぐらい飛ぶんですよね。要は今遠心力も使ってないし肩肘手首は最後離す時にちょっと使いますけど体重移動だけで飛ばす。はい。でこれをですね釣り場に着いたら最初ね広いとこだったら5分間ぐらい、延べ20キャストぐらいしてもらったら体重で投げるってこういうことなんだ、バットがね曲がったらどういうことなんだっていうのが分かると思います。バットが曲がってる感触っていうのはすごい大事で体につけるとそれがすごい分かりやすいのでまず体重でバットを曲げるドリルを徹底的にやって要はできるまでやる、それぐらいやってもらいたいと思います。はい。それでは飛距離アップ5つのポイントのうちその2ですね。その2は胸筋を使うということです。
でこれも野球について考えてみたら分かりますが、野球のボール投げる時に、胸の筋肉を使わないで投げるっていうのはこういうこと、要は近くに投げる時ですね。で外野手もピッチャーも遠くに投げる時は当然胸筋を思いっきり開きます。グッて開いて、そこからこの大胸筋ですねを縮めるパワーで、さらに飛距離スピードを稼いでるわけです。だから釣り人も大事なんですけど、胸の筋肉を、人間の体で言えばかなり大きい筋肉なんで、胸の筋肉を使わなければ飛距離は伸びません。だから投げる時必ずしっかり右手を引くことが大事です。ちょっとこっち逆光になっちゃいますけど来てもらって、これも投げてみますが、投げる時に胸の筋肉が開く感覚ですね。もうこの状態から胸の筋肉が開いてない状態で体重移動とかで投げてもやっぱり、そこそこしか飛ばないわけです。で人間の体で大きな筋肉大胸筋を使って投げるときは、一度胸筋を大きく開く。だから投げるとき体重移動とタイミングが似てますね。右にグーって乗ったときに僕はリールが僕の視界から消えるようなイメージぐらい引きます。で飛ばしたい時ほど極論言えばもうこれぐらい手伸ばしてもいいと思います。ちょっとかっこ悪いんだけど本当に飛ばしたい時はもうこの状態ですね。よくサーフのね投げ釣りの飛ばす大会なんかだと彼ら回るんでちょっと違いますけど、イメージとしてはもう思いっきり右手が伸びきるぐらい伸ばして遠心力を稼ぎに行くんですけど、それぐらい大胸筋も開きます。で開いた状態からこの大胸筋を縮める力と体重移動を合わせてビュッと投げるわけです。そうするとさっき70ぐらい飛んでた、体重移動だけで70ぐらい飛んでたやつが80ぐらい飛距離が伸びます。もう一回投げますよ、大胸筋をしっかり伸ばすってことは右の視界からリールが外れるぐらい大きく右後方にリールを引いて、で体重はさっき言ったように右に82ぐらいで乗っけた状態から左に乗ると同時に胸筋を使って縮めて飛ばします。そうするとさらにねバットが曲がってる実感ができると思います。はい、飛距離アップ5つのポイントのうちのその3ですね。その3は何かって言ったら肘を伸ばして遠心力を最大化させるというポイントです。で、手投げの人っていうのは得てして手だけじゃ当然パワーが出ないんで遠心力に耐えられないから肘が低くなっちゃうんですね。肘が低いと振り切れる。でも肘伸ばしたら振り切れない。手投げだから体重使ってないから。だから、肘が低い人が多いんでさらに飛びません。それからオフシャーなんかで多いんですけど、せっかく体重移動使って投げてるのに肘が低いばっかりに飛距離が伸びてないっていう人もいますんで、まずしっかり肘をね高く保つ。で高く保つというのは要は腕を伸ばすということです。ちょっとロット変えました。で肘の位置が低いとこの半径しか使えないわけです。ロットで言えばね、この軌道でルアーが飛んでいくわけです。で肘を上げればこれだけの軌道が生まれるわけです。で同じように体重でビシュッと投げた時にこう投げちゃうのとこう投げちゃうのじゃもう全然距離が変わるんですね。だからちょっと最初不格好なぐらいでもいいんで肘を高くしてこの状態で止めてこの状態から投げるドリルをおすすめしたいと思います。はい、じゃあ具体的にどうやるかというと、まず実際の竿でやってみたいと思います。投げる前にもう練習です。これはまず肘をもう上げちゃいます。低い人はもう違和感あると思いますけど、もう先に右手左手を伸ばしちゃう。で伸ばしてもう水平な状態から体重移動とちょっと胸筋は使いづらいですけどここからビシュッと投げる練習、これをやってください。でもこれやりだすと距離がやばいかもってすぐ分かると思います。それで、今はねそうやって高くして投げてみた時にバットが曲がってるのを感じなかった人、一定数いると思います。投げてみたらその人は何かというと手投げなんです。体重と体と一緒に動いてない。なので俺そうかもしれないって人はもう一回ドリル1に戻って肘つけて投げる練習、それから手を浮かす練習。これ肘つけて
要は手が動かないんで体で投げられるんですよね。で体で投げられて、あ、こんなにバット曲がって、しかも多分多くの人が手投げだった人はものすごい力強い弾道で投げられることに気づくと思います。それが要は体重移動、腹筋背筋とか足の筋肉使ったパワーで投げてることなんですね。でそこで投げられてるんだけど、手を浮かした瞬間手投げになっちゃう。これが要は飛ばない人の最大の特徴なんで、これはですね、もう練習あるのみなんです。タイミングなんですね、全ては。でイメージとしては体の正面に常に両手の手があることが大事なんで、ポイント2とちょっと相反するんですけど、ポイント2は一度ですね、要はリールを自分の視界から消すってことは手が浮く状態なんですね。だけどこれ飛ばすためにはどうしても必要だけど、そこから戻してきて手だけで体が浮いちゃうんじゃなくて、戻してきた時に体の肩の正面で手を全部回しきるっていうのが大事なコツなんです。だから肘伸ばした時も基本正面にありますから、しっかり体重移動と合わせて正面にある状態で振り切る。これがね、ちょっとでもずれると手が浮いた状態でいわゆる手投げっていう状態になります。でこれはもうね、練習あるのみなんで、例えばテニスやってた人なんかとか力強い球を返そうって時にボールをね呼び込んで、でもたった1点ですね、体重で打てるのは。ちょっとでも前で出たりすると手が浮いて力強い球を打てないんです。野球も一緒です。野球もやっぱり呼び込んで体重移動でぶったたけるのは1箇所だけで、ちょっとでも泳いだらもう手打ちになっちゃうんですよね。でそれと同じようにたった1点、釣りもたった1点です。でもそこはもう練習、ひたすら練習して掴むしかないんで、さっきのドリル1と今のドリル3を交互にやっていくうちにだんだん合わさってきて、ある時、あ、今飛んだぞってキャストができると思います。それを大事に作っていくということですね。はい、それでは、飛距離アップの5つのポイントのうちのその4です。その4はですね、実践する技術というよりは考え方として知っておいてほしいことです。で何かというと、手首の角度と回転。分かんないでしょ。でもすごい大事な考え方なんです。さあどういうことかちょっと説明しないと分からないと思うんで解説していきたいと思います。さっき言ったようにルアーのね、飛距離は遠心力を最大化させてロッドをしならせてっていう時に遠心力を最大化させる考え方です。で人間の体ってですね、筋肉が面白いつき方をしててというか特徴的なつき方をしてて、野球で考えたら分かります。野球のピッチャーが投げる時、右足に体重乗った時に左手の甲はグローブだいたい下向いてるんですね。こういう人いないです。それは何でかというと気持ち悪いから下向いてて、で右手がこういう状態なわけです。でこれが投げた後グーって手が回りながら投げてビシュって投げた時、今度は左手に乗ってるんで左手のグローブってこのままじゃないですね。絶対こうなってるはずなんです。で要は人間の手っていうのは回旋するんですね。でこの回旋っていう気持ちよさっていうか、もう体本来の筋肉の動き方を使って投げないと飛距離は出ないし、怪我しやすくなります。でどういうことかっていうと、ロッドにはめますと、まずしっかり投げる時はリールは上向けるってことですね。こういう状態はないです。横もない。必ず上向いて。で左手の手は下向けた状態で握ってるってことが大事です。野球はこう離れてますけど、ロッド手の甲が下で左手、右手が手の甲が上向きで左手、手の甲が下向きで右手で、今度この状態とても心地いいと思います。これ逆とかできついでしょ。だからこの状態からでも投げた後は絶対入れ替わるんですね。でさっき言ったこの左手でこう入れ替わる形をそのまま使うことで、今度は手の甲が上、左手の手の甲は下になってるわけです。この気持ちよさを絶対邪魔しないようにちょっと意識はしておいてください。これをすることで飛距離が伸びるんじゃなくて、体の動きを邪魔させない、体重と手投げのならないように体重と手の動きを連動させるためにも大事な考え方です。でもう一つはせっかく手が回るんですよ。でこっちは飛距離が伸びる話です。手が回った時にこれをパワーに使った方が絶対いいですね。でどういうことかっていうと、右手だけでいきますよ。右手から左手に体重が変わった時手が回るんですけど、これだとティップの位置変わらないじゃない。でこれは結局飛距離に生かしてないってことなんですよね。で
でじゃあどうすればいいのって言ったら、手首を90度でロッドを持ってみる。そうすると何が起きるかっていうと、右足から左足に体重乗った時、気持ちよく体が動くとこれだけティップが動くんです。で手の角度が伸びちゃってると動かない。手の角度が90度ぐらい保ってると、体の体重移動に伴う腕の回旋に気持ちよくティップが動くわけです。これを使って投げる。これがすごい飛距離アップの秘訣です。はい、4つ目なんでね、ちょっと皆さん頭混乱してきてると思いますけど、大事なのは手首を90度に保った状態をなるべくキープする。実際はですね、遠心力で手首相当伸びてます、実際投げるときは。だけどただ伸ばしちゃってるのと、イメージでも90度保とうとしてるっていうのは全然大違いなんですね。でこれで旋回した時にこの手首の腕の回旋の動きで、さっきも言ったようにドリル1の体重移動をしっかり使う、右腕を後ろに引く。だけど右後ろ引くのはあくまで飛距離を出すためっていうか、パワーを最大限使うためで、キャスティングが始まったら腕は体の正面に持ってきてください。でそこから肘を高くして腕の回旋でさらにビシッとこの体重移動に伴う腕の回転を気持ちよくキャスティングのパワーに伝えます。はい、これが大事。そうするとさらに飛ばせます。でこれキャスティングしません。さっきから勝手にやってることなんで、やってないで投げられないので、さっきからずっとやってることだから同じことですね。ちょっと場面が変わりましたが、追加撮影で言い忘れたことがあったんで追加撮影したいと思います。で手首を曲げるって話だったんですが、その時ね、体の回旋を使ってこの、距離を出していきましょうってやったんですけど、それだけじゃダメで、最終的にはやっぱこの動きをしっかり使うことが大事です。で手首の力って体重移動とかね、胸筋の力に比べたらちっちゃいんですけど、やっぱり大事なこの移動ですね。だからイメージしてほしいのは、手首90度から始まるこの動きですね。ティップがたくさん動く、それから体が回るこの動き、これを上手に混ぜてシュッと投げることで、どっちかといえば筋肉を使うというよりは可動を意識しておくと、体重移動とか胸筋とかから始まるこのビシュッっていう中で、最大限無知のように使えるようになります。でなんで金槌持ってきたかっていうと、皆さんも釘打ったことあると思うんですけど、釘打つ時ね、やっぱり必ずロッドの持ち方だから、ロッドの持ち方とトンカチの持ち方は一緒です。こう持ってこうは打てないし、でこうも打てない。やっぱりこの動きが自然なんですね。だからこの動きをイメージしたロッドの持ち方をして、さっきの回旋と、それから手首のこの動き、これ筋肉使うっていうよりは、その動きを妨げずにもう勝手に動きますから、投げるような意識をしてください。追加編でした。はい、で最後ですね、最後のポイント、その後で、ここまでで1から4で、100m 投げられる人だったら85かそれぐらいまで距離はね伸ばせてると思います。今まで多分 80m しか飛ばないって人は、今のドリル1からポイント1から4まで抑えれば90ちょっとまで伸びてるはずです。で最後それを 100m 越すために必要なのは、5番目のポイントですね。左手を引きつけるということです。で今までは全部重心、ルアーがね重心なんですけど、ルアーに最大限の完成力を与えるためのパワーだったんです。で、体重移動から始まり、胸の筋肉、肘の高さ、全てはルアーが移動するそのティップ部分のスピードをとにかく速くしてきたことです。でバットはもう多分体重とかも使ってないと思いっきり曲がってると思います。こういうグワーって。でもこの状態からそのままビヨンって投げただけじゃつまんないんですね。釣り竿っていうのはやっぱり接しなる。なんで釣り竿が曲がるのかって言ったら、魚がかかってね気持ちいいためじゃなくて、遠くに投げるための機能なんで、曲がった状態を目いっぱい最後バチーンと弾かなきゃいけないわけです。
この状態からふわーって抜けるのとこの状態がバンって抜けるのじゃ全然距離が違うわけです。でそのために大事なのが左手の使い方なんですね。その左手のねパワー使う話の前に、じゃあなんでロットのパワーを解放させるってどういうことかっていうと、無知だったり、僕のイメージは恐竜の尻尾なんですね。ジェラシックパークでジープが吹っ飛ばされるティラノサウルスに、その時何使うかっていうと、ティラノサウルスは尻尾使うんですよ、バコーンって。でその時に同じ考えです。体重移動で目いっぱい曲げて曲げて曲げて持ってきたやつをパシッて当てただけじゃダメなんです。でティラノサウルスもこうね突進してきて、最大限でねジープに突進してくるわけです、尻尾を持って。その状態からいきなり回るからしなるんです。で回るからバーンっつってこうマジ痛かったマジそうでマジ痛いわけですよ。そのパワーが大事なんです。こうピッシーじゃダメなんで、こうもう一回やっていいとか言ってでもそのねこうティラノサウルスの、じゃあティラノサウルスがこう来て尻尾でバーンって、そのせっかく生かしてきたスピードで叩いたってほとんど痛くないですね。恐竜何するかって言ったら、突っ込んできた時に90度向きが進行方向が変わった瞬間、今まで持ってきた慣性のパワーですね、パワーに慣性の力が働いてぐわーってついていけなくなってバチーンってぶったたけるわけです。わかる？その感覚だから大事なのは、今全部は体重移動から始まる右方向から飛ばしたい方向に全てのパワーを持ってきて、ロットも目いっぱいしなった状態で来てるわけです。この状態のこっちに対してベクトルで力が入ってきてる状態を急に90度折る、パワーの方向を90度真下に向けるんですよ。そのために左手を引くんですよ。ごめんなさいごめんなさいもう一回説明します。こっちから右側からグワって溜めてグワって持ってきたパワーです。人間のパワーで生み出してきて、それはロットがねバットがしなって、全部のパワーがルアーに乗ってるわけです。ルアーが重くて、ルアーは静止状態から重いですから、全てのパワーがこう持ってきた時、ルアーがまだ慣性の力が乗ってないんで、ついてきてないからロットもしなってるわけですね。でもこの持ってきたパワーを90度下に向ける、要は真下に向けるってために左手をビュッと引くわけです。そうするとさっきの T-Rex と同じですね、持ってきたパワーが急激に方向が変わるんで、ロットがしなりが最大限曲がってバチーンと飛んでいくわけです。やってみましょう。最終的にもう一回おさらいでいきますよ。5つのポイント。まず1つは体重移動をしっかり行う。右から左足、右から左足で、それから2番目は胸の筋肉をしっかり開くこと。3番目は肘を高く保って遠心力を最大化させること。4番目はこの体重移動に伴う腕の回旋を止めないことで、5番目は最後そのために貯めたパワーを90度下向きに転換して、ロットのしなりを最大限ムチみたいに使うことですね。でこれで投げるとトレシが 100m こうやって飛んでいくわけです。ちょっと距離が測れないけどとても遠くまで行くということで、多分皆さんもこれで確実に飛距離が飛ばせるようになるし、今までみんなが飛ぶ言ってるのに、なんか俺はこのルアー飛ばせないっていうルアーが飛ぶようになると思います。ぜひお試しいただければ、それがね魚に近づくこともあると思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。はい、はい、でちょっとおまけ、このキャストを覚えると初めてねロットの良さが分かってくるようになるんですね。でロットの良さって何かって言いますと、これ飛距離とは関係ないんですけど、ために貯めてきたパワーが抜けるのが分かるようになると思います。要は悪い竿はパワーがルアーに伝わる前に抜けてっちゃうんですね。もしくはその最大限反発力を出しに行った時に、反発力がそんなに来ないからスピードが乗らないっていう、そういうロットが世の中にはそれなりにあります。で今まで多分手投げとかこういうキャストしてなかった人は、多分何投げてもそこそこ飛ぶし、飛距離も出たはず、そこそこ飛ぶし使えたはずなんですけど、このキャストを覚えてちゃんとね
体重、要は自分のパワーとかがグッと乗ってくるキャストを覚えると、あ、このロット全然抜けるなとか分かってくると思います。で実際このキャストしてどのメーカーって言いづらいんですけど、このキャストをして飛ばないって人は一度ロットもねぜひ検討してみてください。友達の借りるなりして、ロットの良し悪しだから各メーカーやっぱハイエンドと、ミドル層、初心者向けあると思いますけど、大抵傾向としては初心者向けのロットはやっぱり抜けます。パワーが乗ってこないです。飛距離も 5m10m 落ちる。だけど多分ほとんどの人はキャスト距離変わらなかったと思うんですね、このキャストしてない人は。だからキャストが上手くなってきてパワーのあるキャストできるようになると初めて、初心者用のランクのロットだとパワーが乗らないってこういうことかって分かると思うんで、それもね上達の喜びっていうか分かってきたねことの一つだと思うんで、楽しんでねロット選びもしてもらえたらと思います。で僕なんかはアピアのねハイローラー使って AD とかゼータ使ってますが、やっぱこのランクの差はもう間違いなく自分が乗っけたパワーをしっかり、ルアンにね乗っけてくれる竿なんで、ぜひねこういう類のお金使えっていう意味じゃないんですけれどもいい竿をね、出会えたらいいかなと思います。余談でした。